はい、大志田の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月のタロットリーディングをさせていただきます。星の動きもね、補足しながら解説しますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、ソードクイーン逆、カップ5逆、ペンタクルス8、カップエース逆、ワンド5の逆、運命の輪、女帝の逆ですね。はい、気をつけることや対策はカップページ逆とワンド6の逆とオラクルははい、カップの7ですね。これはなるほど。はい、8月っていうのは特に8月23日までっていうのは星の動きでいうとすごく自分の心を見ていくのがいい時なんですね。物理的でいうと家の中を整えたり家族のケアをしたりとか何か心や無意識を整える居場所を整えるっていうのが一番しっくりくる星の動きなんですけど、カードで見ても今現実がどうというよりも自分の中にある可能性をどれだけ豊かに、想像することができるかっていうのが一番大事ですよっていうふうに言われてると思いました。で8月2日が満月なんですよね。で満月の後しばらくというか 2,3 日もしくは早い方は満月の前ぐらいからなんですけど、ちょっとモヤモヤしたりとかね、今後の仕事のこと心配したりとかっていうのはあるかもしれませんが、これは星の動きなんですが8月8日8、9、10あたりっていうのはすごく整ってきますので、いろんなことが心配事っていうのはスーッとそこでなくなっていくんじゃないかと思いますし、心配したからこそ気づくことがあるんじゃないかと思います。でそうですね。なので、まず1ヶ月全体を通して非常にクリエイティブなエネルギーが今芽生えようとしている、いろんな可能性が自分の中から芽生えようとしているから、それを止めないで想像力豊かに気持ち心地よく過ごしてくださいねっていうのがまず一つだと思いました。で逆を言うと現実世界っていうのはそんなに変わりにくいかもしれないですね。内側でイマジネーションを膨らませるイマジネーション想像から現実を作っていくっていうことなので、現実変わるのにはもう少し後でもここでもう変わるよっていうふうに後半出ているので、まずは意識していただきたいのは自分の中の可能性を止めない、豊かに心地よく想像力を膨らませていくっていうことです。でなんだろうな、喜びもあるのになんかその喜びを手放しに喜んじゃいけないとか、こう何かなんだろうな、本当手放しに喜んじゃいけないみたいな自分をすごく制する気持ちみたいなのがあるかもしれないですね。で出だしも、カップの、ソードのクイーンの逆なので、非常にこう誰かに対してもしくは人に対して少しこう、よく言うと謙虚なんですけど、悪く言うと引いているというか疑っているというか、もうちょっとあんまり責められないようにしたいからちょっと離れておこうみたいな、そういう感じ遠慮してる感じがあるんですね。で本当に相手を気遣って遠慮してるっていうよりは、なんとなく自分のことを悪く思っているから遠慮しておこうみたいな、これ以上嫌われないように遠慮しておこうみたいな感じかなと思ったので、そんな心配は全然いらないんじゃないかなと思いました。何かすごく星にはマッチしてるんですね。自分の意識を自分の気持ちに意識を向けましょうみたいなところがあり、ちゃんと自分を見てるんだなっていう感じがあります。でやることもやってますしね、ちゃんとね。はい、なんか戦っていくエネルギーはすごく少ないですね。戦わないみたいな、言い争わない、戦わない、余計なこと言わないみたいな感じのエネルギーかなと思いました。でもそれでうまくいく感じはありますよ。はい、でちょっと思ったのが、ここで、ワンドの6の逆が出てたりとか、あとカップがせっかく出てるんですけど逆位置っていうことで、やはり何かもしかしたらあんまり自分にとって都合のいいことじゃないことを聞くのかもしれませんが、でもそれに対してすごく謙虚に受け止めたりとか、争わない、きちんと対処しようっていう姿勢が功を奏して
とてもいい流れに入っていくっていう感じがしたんですね。ちょっとこのバンド5の逆を見てみます。はい。ソード10の逆とペンタクスの10と女教皇ですね。なんかここでもねやっぱりこう引いてるというかちょっと遠慮してるとか謙虚になってるっていう必要以上にあんまり人と関わらないようにしようとか余計なこと言わないでおこうみたいな感じがあり、なんか揉まれたくないとかね争いに巻き込まれたくないみたいな感じなのかなって思ったんです。で実際ホタル出したカードもやっぱり傷つきたくないみたいな感じがあるんですが、ただ私が受けたメッセージとしては一瞬傷ついたとしてもその傷はすぐに治る、もしくは、そのことによってものすごく大事なことに気が付くっていう風な感じがしたので、今ね8月の特に、23日まではその自分の心を見ていく、自分の本当の状態を知っていくっていうのはすごくいいことなんですね。現実を知るっていうのはいいことなので、その中でもし何かちょっとなんだろうな希望が持てないみたいなことがあったとしても、それは今その瞬間だけが希望が持てないだけで、そのことによって現実を知ってまた変わっていき、その後にすごく豊かな想像してなかった豊かなものに傷ついていくっていうのがあるんですね。でこれはその一瞬にして表面だけうまくまとめるということではなく、実は過去からずっと続いていた何か重要なことに気が付くよっていうことなんですね。なので一瞬なんかこの蓋開けたらなんか出てくるんじゃないかなと思ってこう開けずにずっと置いたものを勇気を持って開けた途端なんかパチってこうちょっと静電気とかかかっていたってなっても、開けた後のそこの中に入ってる豊かさっていうのは本当に素晴らしいものだったっていうことに気が付くって感じがしたので。でそれによってさらに自分の直感に自信がつく感じがするんですね。やっぱり自分の思ってること正しかったとか、やっぱりなんかこう自分は分かってるんだっていうこう自信につながり、それがすごく内なる豊かさにつながっていくって感じがしました。そしてその後が運命の輪ということで、ようやくその本当にあった豊かさに気づくことによって到達できる道があるというかね、つながっていく道のドアをやっと開けるみたいな感じがあります。ちょっと見てみましょうか。これね、こっちで見ようかな。ちなみに8月16日って新月なんですね。でこの8月16日の新月あたりも大志座の皆さんとってもいいですからね。もうとってもいいやっと定まるとか、さっきの豊かさにやっと気づくみたいなのがあり、でそこから進んでいける、クリエイティブに作っていけるっていう星の配置もその時とってもいいですし、カードで見てもやっとその域に入れるんですかみたいな感じがあるので、何かいいきっかけがあるんでしょうね。やっぱりちゃんと見なきゃダメですね、自分の内側をね。ちゃんと考えることによって照らされるよっていうふうに言われてるので。また出ましたよ、女教皇が。すごい、ソードの S っていうことで、女教皇っていうのはものすごくこうちょっとなんていうかな、こうチャネラーみたいなね特殊なこう直感を働かせて何かが分かるとか、その物事の因果をしっかりと把握している、一つの側面だけじゃなくて違う可能性も見れるとか、そういうのがあるので、自分のなりの、答えの出し方や自分のその体のエッジとつながるやり方っていうのもなんか分かったりして、すごく自分に自信がつくような気がしますね。これでできるみたいな、仕事も物理的な仕事もこれは苦手なんだと思っていたけど、いやできるってなったりとか、そのことによってすごくこう生きていく力とか、または切り開いていく力に目覚めるみたいな感じがあるので、でその後すごいなんかタプタプした豊かさがある、ちょっと贅沢すぎるかなぐらいの豊かさがあるので、これはどう出るかちょっとわからないですけど、ただこうで入り口のね最初に入ってきたなんかこれ以上傷つきたくないなとか、なんかちょっと遠慮してるなみたいな硬さからは解放されていくんだなって感じがありました。なのできっかけはやっぱり
そのちょっと怖いんだけど開けてみるっていうその蓋を開けてみることなのかなと思いましたね。でそれは自らもしかしたらパンドラの箱を開けるのか、もしくは誰かにちょっとあまり好ましくないことを言われても、そのことを深く考えてみた時に、ああそうかってこう気づくことがあるとか、そんな流れかなと思いました。はい、で8月23日以降は非常にクリエイティブな楽しい世界というか、自分が作っていく道みたいなのが見えてくるので、少し24日以降はね水星の逆行もあるので、コミュニケーションの誤解には注意なんですが、でもお牛座の皆さんはもともとしっかりされてるから、その辺は大丈夫じゃないかと思いますね。確認だけしておけば。はい、ということで、もう一枚ちょっとねこの補佐カードを見てみましょうか。こっちにしようか。オラクルがカップの7っていうのは、空想を抱くとか妄想するとか、現実の世界で言うとそれははっきりしないことになるんですが、ただ星と絡めてみた時に、今は自分の可能性を見ていく時、見えないものを見ようとする時っていうことなので、そういう面ではすごく今まで気づかなかったことに気づくみたいなね、何か本当大志田さん独特の特有の直感で何かが開けるのかなって感じがしましたね。おお、またこれでソード10なんですよ。ここにも出てるんですけど、ソード10ってこれすごく身内に刺されるみたいな感じがあるんですけど、身内に刺されたかのように見えて、またですよこれカップの9っていうことで、思わぬ利益がある、思わぬ喜びがある、想定外の想定以上の喜びがあるよっていうふうにあるので、何かやっぱりこれはね、そのとかとか何かがあったら、それだけすごい喜びや気づきがあると思って注意深く過ごしてみてください。はい、ということで今回はここまでにしておきます。はい、もし何かしら良かったよという方はぜひコメントやいいねボタンで教えていただけると嬉しいです。次回また8月の末までにアップしたいと思います。ということで、ぜひいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。